こんにちは。書き溜めた水彩のスケッチを紹介します。こういう感じで水彩のスケッチしてるんですけど、バーって書いたんで紹介します。お出かけしたところを水彩スケッチしてます。で、まずはじめがムーミンバレーパーク。4月に行った時ですね。冬に行ったことはあったんですけど、その時冬のムーミンバレーパークもすっごい綺麗だったんですけど、春に行ったらなんかシャボン玉が飛んでるし、お花が咲き誇ってて本当に最高って感じでした。だからなんかそういう感じ、シャボン玉とかお花とか描いて、ネモフィラが咲いてたので、ネモフィラとかお花のシール撮ってました。で、このムーミンバレーパークでセムラっていうスウェーデンのお菓子だったり、あとニョロニョロのパチパチのドリンク飲んだ時の記憶ですね。で、次がホテル雅叙園東京。目黒のホテルなんですけど、なんか百段階段っていう東京都の指定文化財があって面白そうっていうのと、なんか一旦9月中に閉まっちゃうみたいな。また来年リニューアルでオープンするみたいなんですけど、っていうことだったので、4月に行ってきた記憶です。そうですね。昭和の竜宮城って言われてたらしいです。そこの雅叙園、ホテル雅叙園のパンドラっていう、吹き抜けのラウンジがあるんですけど、そこが見てみたかったんで見に行ったらすっごいゴージャスで面白かったです。で、百段階段のところに、この時は時を旅する福猫っていうテーマで、アーティストの方とかが、いろんなアーティストの方が作った猫の作品がいろいろ展示されてるっていう感じでしたね。すごい見応えあって面白かったです。で、こっちがウェスティンホテルですね。恵比寿か。恵比寿のところですね。これ、タッチ変えてみたくて、つけペンで書いたんですけど、ちょっといまいちだったページなんですけど、このウェスティンホテルのアフタヌーンティーに行った時の記録ですね。めっちゃ美味しかったです。で、5月ぐらいに東京スカイツリーでやってた台湾祭り、台湾の屋台がいっぱい出てるイベントに行った時ですね。と言ってもそんな食べなかったんですけど、これですね。なんかこれ食べました。台湾駅弁式ご飯っていうやつ。豚肩ロースが入って、あとちょっと角煮みたいなやつとかも入ってて、とか、あとなんかもちもちのさつまいも、なんかポンデリングみたいな、なんかもちもちのさつまいも、ドーナツとか、なんかあと美味しいジュース飲んで、その後、スカイツリーからわーってお散歩して、浅草に行った記録ですね。これも5月で、5月はバラが見たい季節なので、東京ガーデンテラス紀尾井町っていうところに行きました。赤坂プリンスクラシックハウスっていうこの洋館の前に、なんか可愛らしいピンクのバラがいっぱいあって、で、バラのアーチとかもあって、なんかロマンティックなすごい雰囲気ですごい素敵でした。で、なんかパネルみたいなのもあって、QR コードで読み込むと、そのパネルの中のアートが動くっていう仕掛けとかもあったりして、すごい、都会の中に急に現れるこういうクラシックな建物と雰囲気がすごい面白くて素敵でしたね。ちょっとお昼にパン食べたりとか、そういう感じの記録です。意外と行ったことなかった品川水族館に行った時の記録ですね。コンパクトなんですけど見やすくてすごい充実した水族館でした。で、私が一番気に入ったのがこのシナフィン。なんかここの最初チケットもらった時これだけだったから普通のイルカさんかなと思ったら足がこういうタイプだったんでシュールで可愛いなって思いました。で、あとが結構美術展とか展示に行った記録を結構パッてまとめました。で、今出てるゴジラ、六本木ヒルズ
でやってたゴジラの展示だったんですけど、ゴジラって何みたいな感じで、そのゴジラの概念みたいな感じを、なんかいろんなアーティストさんが、作ったアートとか、あとはなんか、そう、荒廃した街のミニチュアとかがあったりとか、ゴジラのもちろん模型もあるし、面白かったです。なんかその、展示の仕方とか展示物とかがいろんな感じで。で、これが初台で見たラブファッションっていう展示だったんですけど、アートとしてファッションの可能性の広さみたいなのがすごい感じられて、一番面白かったです。フライヤーみたいなのを切って貼ってるだけで絵とか描いてないんですけど、これ素描展で、これレンブラントとか、これルーベンスとか、あともう謎の作者とか、ありとあらゆる素養が飾ってあって、派手さはないんですけど、すごい興味深かったです。なんか、レンブラントのこれとかだと、確かなんかちっちゃい絵だった気がするんですけど、本当に、なんか構図を確認してるんだろうなとか、あとなんか謎のカエル男っていう、おそらく衣装のアイディアじゃないかみたいな感じで書いてあったかな。なんかわかんないけど、面白い絵みたいなのが書いてあったりとかして、それぞれいろんなシチュエーションの素描がありました。セザンヌとルノワールのやつ。そう、ルノワールってすごいタッチがホワホワしてて柔らかいのかなと思ったら、なんか、こう、ポストカードもまず買ったんですけど、なんか実物見たら色とかもすごい、こことかも真っ赤な絵の具とかも使ってたりとかして、すごい情熱を感じられて、なんか見に行ってすごい良かったなって展示でした。こっちがトーベとムーミン展なんですけど、ここだけ私申し上しました。ムーミンの作者のトーベ・ヤンソンをフューチャーしつつ、もちろんムーミンの世界をフューチャーした感じで、こういう壁画とかも描かれたりとか、こういう自画像の油絵とかもあったりとかして、なんかあんまり見ることができないムーミンとは関係ないトーベの作品とかもあったんですけど、でもなんかここの壁画の中にスナフキンっぽい人物がいたりとかして、ムーミンの世界に通じるような感じもあったし、すごい面白かったです。反対。これは高畑勲展ですね。麻布台ヒルズギャラリーに、ポンポコとか、ホタルの墓とか、ハイジとかね、高畑勲が関わった作品の展示で、もう資料が膨大で、ホタルの墓とか、なんか貴重なセル画がいっぱい見れたりとか、制作に使う直筆のものとか、すごいいろんな資料が見れて、すごいボリュームある展示でしたね。で、ちょっとこの後もまだ展示とか行ったとことか書ききれてないので、また書きたいと思います。